召喚クラスの自衛官で見たことないリボンをつけてる方がいるのですが、あれはどうもエースです。今回なんですが、自衛官の胸についてるかっこいいやつというテーマでお伝えします。皆さん、制服姿の自衛官の姿を見て、おー、かっこいいなと思ったことってありませんか？ビシッとしてるイメージがありますよね。で、制服姿の自衛官の胸についているこれ、見たことありますか？このカラフルなもの、防衛記念章と言います。世界の軍人を見ると同じようなものをつけていますね。今回は自衛隊の防衛記念章とはどういうものなのか、どうすればもらえるのか、そして最後に9年間陸上自衛隊に在籍した私が現役時代にもらった防衛記念章についてお話ししたいと思います。このチャンネルでは自衛隊に関する動画を投稿しているのでチャンネル登録お願いします。それでは早速いってみましょう。まず防衛記念章とは、自衛官が経歴を記念して制服に着用することができる記章の一つのことを言います。で、勲章とよく混同されがちなんですが、実は全く異なるもので、海外の軍隊でいうところの記念章や従軍記章、表彰歴章みたいな位置づけになっていて、自衛官のみに与えられるものになります。ただ、この防衛記念章、形が略樹に似ているんですね。海外の軍隊の場合、表彰された場合にメダルのついた大きいものをもらうことが多いです。よく制服姿の軍人の写真なんかでメダルを胸にいっぱいつけているのを見たことありますよね。で、式典なんかの時はこのたくさんメダルをつけて豪華な装いで参加するのですが、制服での通常業務の時なんかは略樹をつけます。自衛隊の場合は過去このリボン式の防衛記念章自体が章となっていて、メダルなどはごく一部しかありませんでした。しかし近年ではさらに一部の表彰に防衛功労章が追加され、式典などで着用することができるようになっています。戦後になって自衛官が勲章をもらったり従軍記念章なども発行されることがなくなったのですが、外国軍人との外見上の均衡を取る目的でリボン式の防衛記念章が制定されたようです。しかしそれでも式典の際には外国軍人がメダルをつけている中、自衛官は略樹を着用していると見られることがしばしばあったようです。そういう背景から防衛功労章が増えたと聞いたことがあります。また防衛記念章は現在第1号から48号までの種類があり、いくつかはすでに廃止になっているものもあります。では続いて、どうすればこの防衛記念章がもらえるのか。防衛記念章をもらう方法は大きく3つあります。将士を受章した場合、特定の任務や職に就いた場合、一定の年数勤続した場合。まず将士を受章した場合なのですが、将士とは隊員に何か功績があった場合に与えられる章の一つになります。将士については等級があり、特別将士から5級将士までの6つあります。また功績の内容に応じて与えられる等級が違うほか、等級ごと部隊長が渡せる権限が違ったりもします。この将士については等級の他にも細かく種類が分かれており、通常の訓練・演習等において功績があったもの、航空機・車両操縦において定められた飛行時間・走行距離以上無事故であったもの、優秀な発明や業務改善を行ったものなどなど、それぞれ種類があります。当然将士が分かれているので、もらえる防衛記念章も分かれていて、例えば訓練・演習等においての功績で5級将士をもらった場合は15号、航空機・車両操縦において定められた飛行時間・走行距離以上無事故であったもので5級将士をもらった場合は13号の防衛記念章が与えられます。続いての防衛記念章をもらう方法である特定の任務や職に就いた場合なのですが、こちらは災害派遣や PKO に参加した場合、特定の職に就いた場合などに防衛記念章が与えられます。例えばソマリア沖海賊の対策部隊派遣に関する業務従事者であれば42号が与えられますし、大規模災害派遣に従事した隊員は43号をもらうことができます。これらは部隊にもよりますが、 PKO なんかが多い中央即応連隊なんかに所属しているともらう機会が多いですね。また部隊長職についていたり行政機関に勤務した隊員などは23号だったり38号といったような防衛記念章が与えられます。部隊長や行政機関に勤務する隊員というのは幹部自衛官だったり技術系の職の方が多かったりするので、普通の部隊勤務をしている装士にはあまり縁がないものだったりもします。続いての防衛記念章をもらう方法である一定の年数勤続した場合なのですが、こちらは勤続10年で40号、25年で39号が与えられます。通称赤い狐、緑のタヌキなんて呼ばれたりしてますね。制服でこれらをつけている人を見ると、この人先輩かな後輩かななんてのが分かったりもします。
ざっと防衛記念賞をもらう方法について説明したのですが、これらの防衛記念賞についてはものによっては同じものを複数回もらうこともあり、回数によってリボンが少しずつ変化していきます。例えば2回もらった場合は防衛記念書のリボンの上に銀色の桜花がつき、3回もらった場合は金色の桜花、4回もらった場合は銀色の桜花が2つ、5回以上になると金色の桜花が2つつきます。昔は3回目までの金色の桜花1つまでしかなかったのですが、私が在隊していた途中から4回目以降の変化が追加されました。で、防衛記念書について1号から48号まで全て説明するとかなり長くなるので、参考となるウェブサイトの URL を動画説明欄に貼っています。気になる方はそちらを確認してみてください。また、賞賜については特別から5級まであるとお話ししたのですが、5級、4級あたりを受賞する機会は稀にあるのですが、その他はかなり優秀な功績を残した方で3級、2級以上についてはほとんどの自衛官に縁がないものだったと記憶しています。また、1級以上になると自衛隊体育学校の所属隊員がオリンピックで金メダルを取るくらいのレベルじゃないともらえなかったはずです。完全に幻の存在ですね。はい。ここからは9年間自衛隊に在隊した私が退職するときにどれくらいの防衛記念賞をもらったのかお話しします。こちらが私が現役時代最後につけていた防衛記念賞です。向かって左上から15号、16号、18号、43号、48号の5種類ですね。まず向かって上段左の15号なんですが、これは通常の訓練、演習等においての功績で5級賞賜を3回受賞しました。なので金色の桜花が1つついています。この15号は私が初めてもらった防衛記念賞ですごく思い入れのあるものでしたね。私が入隊した年の冬に射撃競技会というものがあったのですが、部隊内の選抜射手に選ばれ割と好成績を残すことができたため、当時入隊2年目の6月に中隊長からもらうことができました。確か同期の中で1番にもらえたのでめちゃくちゃ嬉しかったのを覚えてますね。で、その後は何かで中隊長から1回もらい、また何かで連隊長から1回もらって、合計3回です。正直この2回はよく覚えてないので、実家に置いてある賞賜に書いてある内容を見てみないと思い出せないです。続いて上段右の第16号なのですが、これは安全功労、防災功労表彰に関わる業務従事者で、東日本大震災に派遣された後にもらいました。これは災害派遣されるともらうことができたはずなので、派遣回数が多い人なんかは桜花の数が多いかと思います。私は9年間で1度しか災害派遣がなかったので桜花なしになります。続いて下段左の18号なのですが、これは第1級賞状受賞に関わる業務従事者に与えられるもので、これも東日本大震災の派遣後にもらいました。災害派遣の実施部隊が表彰された場合に、その部隊で任務に従事していた隊員に与えられるものだったはずです。続いて下段中央の43号なのですが、これは大規模災害派遣従事者に与えられるもので、これもまた東日本大震災の派遣後にもらったものです。続いて下段右の48号は外国訓練等従事者に与えられるもので、アメリカへ行った際にもらいました。私がいた部隊は海外での訓練は全くなかったので、連隊の中でも確か一緒にアメリカに行った4人くらいしか持っていない防衛記念賞でした。水陸機動団とか高射特化の隊員など海外での訓練が比較的多い部隊にいると全然珍しいものではないです。ちなみに私が現役の頃は防衛功労賞が追加される前だったので、5級賞賜はもらいましたがメダルはもらっていません。はい、私が現役時代に持っていた防衛記念賞について説明したのですが、9年在隊していると大体こんなもんかなという感じです。普通です。中には災害派遣などと無縁の部隊にいて、将士とも全く縁がなく10年勤務して赤い狐一つなんて方もいるのですが、大体の自衛官が長く続けていればそれなりの数をもらえるようになります。また陸士であっても格闘や銃剣道といった活動で優秀な成績を収める人なんかは4級、5級賞賜をめちゃくちゃもらったりもしてましたね。ちなみにこの動画内でちょくちょく出てくる中央即応連隊なんですが、そこの隊員は PKO への派遣チャンスが多いため、若くしてたくさんの防衛記念賞をもらっている印象があります。私が出会った方だと20代前半の陸士の頃に中央即応連隊に転属し、約10年で PKO 派遣3回、防衛記念賞4段になって
っている方がいました。多分同世代からすると圧倒的な数だと思います。定年前の方と同じぐらいついててびっくりしましたね。また時々召喚クラスの自衛官で見たことないリボンをつけている方がいるのですが、あれは海外の軍隊から表彰された際に与えられる略樹なんですね。幹部自衛官のトップクラスになるとそういう方もいるので、制服姿の自衛官を見たら観察してみるのも面白いかもしれません。防衛記念書の数がその隊員のレベルを表しているわけではありませんが、やっぱたくさんついているとかっこいいですし、もらえるとちょっと嬉しいものでもあります。現役自衛官 OB の方で防衛記念書にまつわる豆知識みたいなものがあれば、ぜひコメント欄でシェアしてくれると嬉しいです。この動画に対する高評価、低評価どちらでもいいのでクリックをお願いします。それでは本日はこれにて状況終了です。